日はすべてのコスメを100均で揃えてみました。淡いパステル系のドリーミーな宇宙をイメージしてメイクをしてみました。こんにちは、紅林遥です。普段はケラの読者モデルやバンド無重力クッキーのボーカルとして活動しています。今日は100均コスメを使ったカラフルメイクを紹介してみたいと思います。それではレッツスタート。カラコンはセシルというブランドのシュワシュワグレープというカラーを使ってます。このカラコンは 14.5mm となっていて、このカラコンくっきりとした縁がなくて、すごく綺麗なグラデーションでハーフアイになれるような色になってます。色味がパープルをメインなんですけれども、ブラウンもちょっと混じっていて、かなり馴染みが良いです。ダイソーの BB フェイスクリームオークルというカラーを使っていきます。まさかダイソーにこんな BB クリームが出てるなんて知らなかったんですけれども、使ってみると色がくっきりつくっていうよりかはかなり化粧下地として馴染むような感覚です。乳液に近いかなっていう感じなんですけれども、全体的に伸ばしていくとかなりしっとり仕上がるので、メイクのベースにはとてもおすすめです。エバビレーナのコンシーラーライトオークルというカラーのものを使っていきます。これもダイソーのコスメです。さっきの BB クリームに比べるとかなり色が出ます。目の下のくぼみとか鼻の横、際なんかもこれで隠せると思います。BB クリームがかなり薄めの印象で色がつくわけではないので、こちらのコンシーラーで隠したいところを叩いていきます。ベースメイクの仕上げでダイソーのものを使っていきます。さっきも BB クリームでベースを塗っているので、上から叩くだけちょっと軽くベタつきを抑えるような印象で粉をポンポンと叩いていきました。こちらのパフかなり大きめのものになっていて、際までは細かく塗ることができないので、この都度目を閉じてこうやってなるべく縁の方にも行き渡るような感じで細かくパンパンと叩いていきました。エルファーのパールイアイシャドウクールブルーを使っていきます。このアイシャドウもダイソーで買えます。まずは白、ちょっとパールがかったラメの入った白を使っていきます。アイシャドウのベースとして後に塗っていく色の発色を良くするためにベースのカラーとして全体的に塗っていきました。この白は若干オーバー気味にはみ出しても大丈夫です。後からこう叩いて馴染ませていけば消えるので大胆に塗ってください。同じパレットの今度は一番薄いミントグリーンみたいな色です。こちらもパールがかったラメが入っていてかなり発色が良いので指に取って目頭の方にポンパンと塗っていきました。叩くような感じで塗っていくと下地もよれずにかなり綺麗に色がつきます。目頭側はかなりオーバー気味に塗っています。後に目頭の方にスパンコールを貼っていく予定なので、顔の中心にちょっと寄せていく感じでオーバー気味に目の3分の1ぐらいのところから鼻の際ぐらいまで塗っていきました。ダイソーで買えるカラフルアイシャドウブラウンというパレットを使っていきます。ブラウンって書いてあるんですけれども、使う色は右下ですよね。これ右下のピンクです。ちょっとパールが入ってます。で塗ってみるとかなり綺麗なピンクがつくんですね。パンパン叩くような感じでさっき塗ったミントグリーンとつなげて目の真ん中3分の1に塗っていきました。二重の人は自分の二重の幅を大胆にはみ出すように塗っていただくとかなり目を開けた時にも綺麗に色が見えます。大体目閉じた時に自分の二重の幅の倍ぐらいの色を塗ってるんですけれども、一重の人は大体見える範囲で3ミリぐらいかな塗ると綺麗かと思います。ピンクが塗れたら今度はグリーンを塗っていきます。最初のミントと同じパレットですね。このグリーンがもしかしたら一番発色が良かったかもしれないです。自分の目の端側3分の1にまず塗っていき、さっき自分がピンクを塗ったところを上側にアーチを描くような感じで真ん中まで入れていきました。かなり大胆に外側もはみ出して大丈夫です。後からラメをのせていくのでかなりパキッとした印象になるように大胆に塗っていきます。パープルのエクスプレスアイシャドウペンを塗っていきます。これもダイソーです。見た目的にはこれパープルだと思わなかったんですよ。白のパールが見えるので開くのかなと思って開けたら中身がパープルでした。細かいラメが入っていてかなり綺麗な発色です。アイラインに
なるところ、自分の二重幅の半分ぐらいの幅でスーッと全体に引いていき、目尻をだいたい1センチ半ぐらいはみ出してます。広く取ってるんですけど、一番最後に塗ったグリーンのアイシャドウと同じぐらいのところまで終わりの線が来れば綺麗に仕上がるかと思います。目を開けた時に自分の白目の一番下のラインとつながるような感じで下げて、こういう風に描いてきました。ルージーンのアイブロウキット01のカラーですね。こちらはキャンドゥで買えるアイブロウです。薄い方の茶色をノーズシャドウとして使っていくんですけれども、このブラシが小学校の掃除の時間とかに玄関履くやつみたいな、ほうきみたいなケースでちょっと痛いかもしれないので、もし肌が弱い人とかは綿棒を使ったりした方がいいかもしれないです。ちょっと100均コスメって濃さがいまいち個体差があってわからないので、まずはブラシに取ってペペッと色を試してから塗るといいと思います。かなり発色が良かったので、目と鼻の間のところにまず置いていきました。でそこから下に伸ばすような感じでブラシを動かしていき、反対側も同じように目と鼻の間から置いて伸ばしていきました。で次に鼻の下ですね、この鼻の穴との間でポンポンと色をのせていきました。こうすることでちょっと鼻が高く見えるんですね。今回は顔の真ん中にチークをのせる予定だったので、ちょっと子供っぽい印象にしたいなと思って、鼻の3分の1ぐらいのところにも影になるように線を置きました。ふっと上を向いてるような印象になります。このラメはダイソーで買えるハートリングリップグロスクリアオレンジというカラーを使っていきました。真ん中のクリアの方ですね。ラメは入ってるんですけれど、多分もうつけたら全然わかんないぐらいだと思うので、適当にクリアっぽいグロスを使っていただければ大丈夫です。ちょっとだけ指に取って、一番最初に塗ったミントグリーンのアイシャドウの上にポンポンとのせていきます。あんまりこの目に近いところ、二重の幅で隠れるようなところはもう塗らなくて大丈夫なので、ミントの上、それからノーズシャドウを塗った目と鼻の間の際のところから眉毛の始まりぐらいのところまでポンポンポンと叩いていきます。あんまり触りすぎるとグロスの成分でシャドウが落ちてしまうので、あんまりこうゴシゴシやらずにポンポンポンと薄く叩いてのせるような感じで塗っていきました。グリッターをのせていきます。使うグリッターはダイソーで買ったホログラムの大きい方と小さい方、それからクリアの星のホログラムを使いました。3種類あるんですけれども、大きい丸のホログラムから使っていきます。クリアカラーなんですけど、ちょっとホワイトがかってて、光が当たるとパープル、梅皮系の色になるので、散らばるように4粒か5粒ぐらいのせています。でなるべく間を空けるようにしてください。後から違うホログラムをのせていくので、まずはちょっと間隔を空けて4粒から5粒のせていきました。次に星のホログラムをのせていきます。シルバーがかったような白ですねがベースで、光が当たるとこちらも青紫系のパープルに光ります。若干色味が違うものを使った方が奥行きが出たりとか、ちょっと宇宙っぽい感じが出ておすすめです。目頭側には2つか3つか、ちょっと少なめですね。サイズが大きいのでそのぐらいでのせていきました。バランスを見ながら自分の好きなところに置いてみてください。で最後に小さい丸のホログラムをのせていきます。やっぱり白ベースではあるんですけれども、光が当たるとピンクにキラキラと輝くような色味になってます。先にのせた大きい丸と星の間にこう間隔を調整するような感じで好きなところに置いています。4粒か5粒ぐらいですかね。好きなところに散りばめてください。アイラインの代わりに使うものが、ダイソーに売ってるエルファパールイアイシャドウナチュラルブラウンというパレットです。黒に近いようなブラウンですね。パールとラメが入っていて、かなり濃い色を使っていきます。付属のチップだとちょっと大きいので、綿棒を使ってまず下のラインから描いていきました。下まぶたを若干下に引っ張るような感じで押さえて、ここからだいたい自分の目の半分ぐらいまで際を塗っていきます。シャドウを使って描くラインがとても修正が効くし、あとはラインを使って描いた時よりもはっきりしないので、かなりふわっとした印象に仕上がるのでおすすめしています。際も埋まったりとか、ちょっと優しい印象になるかな。100円ショップでアイラインを買った時に結構緩いものから結構しっかり描かないとつかないものまでいろんな種類が出てるので、最初にアイラインを使うのちょっと怖いなと思ってて、なので
アイラインで失敗しないためにも濃いシャドウを使ってアイラインを描くっていう方法がとてもおすすめです。下描き終わったら上も塗っていきます。上は目尻から描いていくととっても仕上がりが綺麗になるので、まずは目尻から描きました。目尻描く時もちょっとこめかみの方を引っ張って押さえてポンポンポンと目尻を埋めていくようにシャドウをのせていきます。ベースで描いたパープルのアイラインがあるんですけれども、それの下を沿うような感じで綺麗にグラデーションっぽく塗っていきます。目尻描き終わったら今度は目頭側を埋めていって、あんまり幅を広くせず本当に際だけにポンポンポンと乗せて埋めていくっていうのがポイントです。目尻目頭描き終わったら今度は下に描いたシャドウとつなげるような感じでちょっと外側の目尻の下あたりを広げていって、最後は真ん中にシュッと戻ってくるようなイメージで描くと可愛く丸めに仕上がります。髪の毛が今回ブルーなのでアイシャドウとして使ったエルファのパールイアイシャドウクールブルーのパレット、ちょっとパステルがかってる自分の髪色とも綺麗にマッチするかなと思ってこの色を選びました。髪の毛黒の人とかは多分この色はいらないです。で、自分の髪色に合わせた色を使ってください。これも発色が良いのでちょっと手の甲とかで馴染ませてはたいて落としたりしながら好きな感じの色のところで使っていきます。眉毛の一番目頭側、さっき塗らなかったところにポンポンポンと叩くような感じで塗っていきました。眉毛の半分ぐらいまでシュッと一直線に塗っていきます。眉毛はさっきノーズシャドウに使ったルージーアイブロウキットの濃い方の色を使いました。この色もかなり発色が良くて濃くついたので、つきすぎてると思った場合はちょっと最初はたいてから眉毛にのせていくと失敗しなくて綺麗だと思います。この眉毛の真ん中から横一直線になるようなイメージでポンポンとのせていって、ここからまず目尻をシュッと綺麗に描いていきます。ここは一筆でいった方がよれたりしなくて綺麗に仕上がるので、もう思い切ってちょっと息止めながらシュッと一直線で描いてみてください。描き終わったら今度は目頭側に伸ばしていきます。あんまり目頭の端っこの方を描くと濃くなりすぎてしまって眉毛が浮くので、目頭の先っぽは描かずに周りを縁取るようなイメージでまず下上一直線で囲んでいきました。で、最後仕上げとして真ん中の外側の方からシュシュシュと真ん中に向かってグラデーション描くようなイメージで、最後目頭は綺麗に伸ばしていきます。目尻側は最初のアイブロウを濃く描いているので上から色をのせてもあんまりわからないっていうのがあって、いつも自分が派手髪に合わせて眉毛を描くときは目頭側から真ん中ぐらいまでしか色をつけてないです。キャンドゥで買えるクレヨンタッチミーブラックというマスカラです。かなり優秀でした。まつげエクステ上だけついてるので上下のバランス見ながら塗ってるんですけれども、ついてない人も同じように下まつげから塗っていくと失敗しにくいと思います。下まつげは全体的に塗ります。私の場合涙袋が結構あって、しかも上下の縦の幅がちょっと大きめの目なので真ん中を中心に重点的に塗っていくと縦幅が強調されて綺麗に見えるので真ん中を伸ばすようなイメージで塗っています。横の幅が広めの人とか、あとは切れ目気味の人とかは目尻側の下まつげを重点的に塗っていくと綺麗に仕上がります。で、今回私は真ん中を重点的に塗ってるんですけど、これでもう塗りすぎちゃったとか伸びすぎちゃってちょっとバランスがとかなったら乾いた後にペペッとむしっていくと綺麗に仕上がるので、最初は恐れずに塗っていって後からむしっていくスタイルを導入していただければと思います。下が終わったら上を塗っていきます。上まつげはさっきも言ったように私は今まつエクをしてしまっているので軽く塗ってるんですけど、まつエクしてない人はやっぱり下と同じく縦幅が大きい人は真ん中を重点的に、そして切れ目気味とかあとは横幅が広い人は、目尻側を重点的に塗っていくと可愛く仕上がると思います。伸ばしたいところは2度塗り3度塗りとかで乾いた後でまた塗っていって気に入らなかったらちぎっていくのがとても良いです。目の仕上げとして再度グリッターをつけていきます。ベースに使うのはハートリングリップグロスクリアオレンジの真ん中のクリアの部分です。さっき目頭側につけたので今
度は目尻の方に塗っていきたいです。今回は目尻側にすでに綺麗なグリーンをのせてしまっているので、そのグリーンのシャドウを落とさないように、本当にちょっと薄めにつけたのをポン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 と叩くようにのせていきました。本当にこすりすぎちゃうと、せっかく綺麗についたシャドウがまた取れちゃって発色いまいちになってしまうこともあるので、気をつけながら塗っていくのがポイントです。ベースに塗ったグリーンの一回り外側にも塗っていきました。描いた眉毛の下のところですね、この間も埋めていくような感じでポンポンとグロスを塗っていってください。そしたらホログラムをのせていきます。大きい丸からのせていきました。目頭とのバランスを見ながら、ベースのシャドウの色が垂れ目気味に塗ってあるので、このグリッターをちょっと上げ気味にのせていきます。3つか4つ、3、4粒散らばるようにのせていきました。次に星のホログラムをだいたい3つぐらいかな、まんべんなく散りばめるような感じで三角形描くようにのせていきました。その後小さい丸のホログラムを眉毛側、それから目尻側、あと自分のまぶたの3分の1ぐらいのところまで綺麗に間隔をとってのせていきました。小さいのはだいたい4から5粒ぐらいですかね。鏡を離してみて綺麗に見えるバランスがあると思うので、バランス見ながら自分の好きなところにのせてってもらえると綺麗に仕上がると思います。ダイソーで買えるチークスモーキーピンクというカラーです。右側の薄めのピンクから塗っていきました。かなりつきのいいチークだったので、若干粉をはたいて落としてから鼻の真ん中にのせていきました。そこから左右に広げるように、だいたい自分の黒目の位置ぐらいまでぼかしながら塗っていきます。この時点でかなり発色が良いので、塗った後に際のところですね、この周りのところをぼかす感じで自分の指ではたいていきます。そうすると綺麗に馴染んでいくので、ブラシで伸ばしていくよりも指で粉を取りながらはたき落としていくと良いと思います。次にオレンジがかったピンクをブラシに取りました。かなり発色が良いので、ブラシはたいて粉を落としてから鼻の真ん中にちょっと直線になるような感じで横にピーッとのせていきました。一番高い位置が一番濃い色になってグラデーションに見えてくるので、童話に出てくるような古き良き子供感が出て、私はとても好きです。ダイソーで買えるエスポルールリップグロスジューシーオレンジというカラーです。パキッとした発色が出るようなタイプではないんですけれども、グロスなので手に取ってはたいていくとすごくツヤ感が出て、しかもほんのりオレンジでとても可愛いカラーでした。で、さっきもチークの時に言ったように、童話に出てくる子供のようなちょっとメルヘンな印象ですかね。かなり自然なオレンジで馴染んでいきました。最後に髪の毛を作っていきます。メルヘンでドリーミーな感じを出したかったので、重力に逆らったヘアスタイルを紹介していきます。ツインテールのように2つに分けます。その分けた半分をさらに3つに分けていきました。で、その3つをそれぞれ三つ編みしていきます。ちょっときつめに三つ編みしていくのがポイントです。最後のところはヘアピンで留めていきました。3本すべてを三つ編みできたら、ダイソーで買った3色リボンを使います。髪の毛の色と合わせて2色選びました。片方の髪の毛の長さちょっと見てもらって、それよりも15センチぐらい余分に取ったのが片方の長さになるので、その倍の長さを取るようなイメージです。半分に折って半分のところでチョキンと切ります。で、これで2セット出来上がるので、それが片方ずつにつくような感じになります。このリボンの端をまず細結びします。こんな感じです。結び目が真ん中の三つ編みの下に来るように通して、両サイドの三つ編みとリボンを一緒に持ちます。そのままちょっときつめに三つ編みを進めていきます。三つ編みを三つ編みすることによって、より髪の毛自体が固めに仕上がるので、後から重力に逆らいやすい強い髪の毛が生まれます。最後の終わりの部分をヘアゴムでまとめていきます。で、この時にポイントなのが、後から重力に逆らった毛先の部分がほうきみたいになると、すごく毛先がバラバラであんまり綺麗に見えないので、くるっとまとめたいんですね。ヘアゴム最後の下通しのところで毛先を折り曲げるように
簡単なお団子作るみたいな感じで中に入れて、そのまま半分に畳んだまま結び目を終えます。リボンの部分はそこに入れずに出しておいて、U ピンを使って中に針金を通していきました。U ピンはもともと U 字に曲がっているので、一直線に伸ばしてから結び目をまず通してジグザグジグザグと三つ編みの部分をこうやって縫うようなイメージで中に通していきます。最後頭皮に刺さると痛いかもしれないので、刺さらないようにうまく、根元の方はちょっと丸めたりとか関係ない方向に曲げたりしてうまく髪の毛の中に入れ込んでください。ポンピーっと針金が入ったら自分の好きな形に曲げることができます。で、最後余ったリボンを蝶々結びにしてあげます。蝶々結びができたら今度はリボンの端の始末をしていきます。リボンを縦に半分に折って切れ目の端っこの方に向かって輪っかの方から斜めにチョキッといくとすごく綺麗にラッピングとかプレゼントを包んであるリボンみたいに端っこが切れるので、この要領でリボンの両端、それから根元のリボンの両端を切っていきました。重力に逆らったヘアスタイルが完成します。いかがでしたでしょうか。今日はすべてのコスメを100均で揃えてみました。イメージとしてはちょっと淡いパステル系のドリーミーな宇宙をイメージしてメイクをしてみました。混ざり合ったちょっとマーブルの可愛らしい色合いが綺麗に出てるかと思います。ぜひぜひいろんな色で試してみてください。コーディネートはこのメイクに合わせて魔法少女って書いてある女の子らしい夢川系のT シャツを着てみました。それでは他の動画も上がっていますのでぜひぜひチャンネルでチェックしてみてください。バイバーイ。パパ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 パ